こんにちは。今回は奈良県天理市にある東殿塚古墳について楽しくレポートします。一般的には箸墓古墳の次に築造されたと考えられている西殿塚古墳がメジャーで、隣にある東殿塚古墳はあまり話題にならないのではないかと思います。しかしこの古墳をじっくり見ていくと楽しめるところが満載なので、ぜひ動画を最後までご覧ください。内容はまずは古墳の概要から、そして古墳の形が面白いのでこの点を確認していきます。また出土遺物では埴輪の穴に視点を置いてみました。最後に空撮動画をお届けします。まず東殿塚古墳はどこにあるかを確認しましょう。大山と古墳群の中に存在し、周辺には古墳時代前期の魅力的な古墳が数多くあります。成立の順番としては諸説はありますが、牧向遺跡にある墳丘墓から古墳へと移る段階を経て大山と古墳群での築造が始まり、その後より巨大な古墳の築造へと進んでいきます。東殿塚古墳はそんな中ひっそりと存在するなかなかマイナーな古墳です。 Google マップで確認するとこんな感じです。近くに有名な古墳が数多くあります。より詳細な地図で確認すると、近くには前方後円墳に混ざって前方後方墳がかなり存在するのがわかります。あとは西殿塚古墳がこのエリアの名手的な古墳だとして、東殿塚古墳以外は全てより低地にあるのに、東殿塚は上座の位置にあるのは気になります。築造の順番は東殿塚が後と考えられているので、西殿塚より山手に古墳を築造可能な人物の墓だったということでしょうか。ドローンからの映像ではこのようになります。東殿塚と西殿塚は同じ方向を向いてきれいに並んでいます。次に古墳の大きさについてです。古墳の解説が掲載されている地域の情報を確認してみたのですが、墳長は139メートルほどで、これは得意な形と言われる細長い墳形として認識した大きさのようです。ちなみに他の過去の文献では175メートルと古墳の下部にある長方形の段を古墳とみなして計測している場合もありました。次に改めて本当に前方後円墳なのかという点を探ってみます。東殿塚古墳は墳長が139メートルで前方部が長い得意な形の古墳と考えられています。ただし古墳の下段にある長方形の体状の部分を墳丘に含めると規模はもっと大きいことになります。過去の文献で175メートルと大きさを示している資料があるのは体の部分を墳丘とみなしたのだと思われます。ただし長方形の台だと墓域としては位置づけることができても墳長として計測は困難というのが今のところの見解なのではないでしょうか。しかし発掘調査報告書を読んでみると長方形の部分にくびれ部があるという結果が出ていました。くびれ部の場所はここになります。ここにくびれ部があるならば長方形の台ではなくて下段を前方後円形か前方後方形と捉えることができるのかもしれません。妄想を膨らませ後円部の台が現在は四角なため前方後方墳として復元してみました。これなら長細い得意な形じゃなくごくごく一般的な古墳の形となります。さらにこの想定復元を見ているとある古墳を思い出しました。同じく天理市にある日本最大の前方後方墳西山古墳です。西山古墳は前方後方墳上の一段目に前方後円墳が乗るという珍しい墳形です。もしかすると東殿塚古墳も西山古墳と同じような形になるのかも。試しに西山古墳の測量図を角度を合わせて私の妄想図に合成してみます。合成して東殿塚古墳の測量図を取り除くとくびれ部を基準として墳形が一致するように見えます。この仮説の補強として東殿塚古墳と同様に
長細い特異な形をしていると言われていたハタボ塚古墳が実は普通の形の前方後方墳だったことも近年明らかになっており、同じ可能性が東友塚古墳にあっても不思議ではなさそうです。ハタボ塚古墳の場合は古墳の1段目が地中に埋まっているそうです。東友塚古墳と西山古墳、そしてハタボ塚古墳は非常に近い位置関係にあり、もしかすると皆175メートル規模の古墳で、東友塚と西山古墳は同じ規格の1段目が前方後方墳の古墳ではなかったのか。私は専門家ではないので結論は出せませんが、どう整理をすればよいか興味がつきません。なお、東友塚古墳は西友塚古墳とともに橿原考古学研究所により3次元空撮測量図が公開されています。この測量は表層となるため、くびれ部の存在は確認することができない点を付け加えておきます。次に、出土した遺物のうち、埴輪について簡単にレポートします。東友塚古墳からは、線刻絵画のあるヒレ付きの埴輪が発見されています。埴輪の横にあるペラペラしたところがヒレとなります。この埴輪に細かな絵が描かれていました。この船で出かける絵は、船で被葬者を送っているのではないかと想定されています。また、特徴としては、埴輪に開いている穴がいろいろで、通常見られる丸以外に三角や巴型と言われるもの、さらに四角でも真四角や長方形があってと規則性がないデザインが施されています。四角には前方後方形に見えるものもあり、もしかしたら前方後方墳の意味が解明できるヒントにあるかもと妄想がかきたてられます。巨大な埴輪で有名なメスリ山古墳や西山古墳でも用いられたデザインで、埴輪を調べるだけでも結構楽しめそうです。お待たせしました。いよいよ空撮動画をお届けします。空撮の後にもう一つだけおまけのコーナーです。今回のレポートで登場した
旅籠塚古墳には埋葬施設以外に小石室がありました。別の動画でレポートした下池山古墳にも小石室が存在しました。さらに実は西山古墳にも小石室が存在していることがレーザー探査で明らかになっています。ということは東殿塚古墳にも小石室があって何も不思議でないように思われます。小石室は盗掘を免れている確率が高いので、もし東殿塚古墳のレーザー探査が行えたら小石室が発見されるのではないか、そんな期待をしております。今回は妄想がやたらと多いレポートとなってしまいました。今後も古墳を楽しめるコンテンツを準備していきますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。